こんにちは、アスマです。今日はミニマリストの旅行スタイルに関しての動画になります。それでは早速いきましょう。まずはカバンの中身を早送りでご紹介します。バッグはキャビンゼロで、パソコンは必ず持ち歩きます。本はすべて Amazon の Kindle に入っています。これは iPhone や Kindle、Apple Watch の充電器になります。1台であらゆるデバイスを充電できて、こんな感じで世界で使えるアダプターも付属するので、世界中で使用可能です。常に iPhone、Apple Watch、Kindle を充電できるようにしています。これは Amazon のオリジナル商品で、簡単に荷物を圧縮できる袋です。かさばるお洋服をこのぐらいコンパクトにすることができます。これは靴下や下着、化粧水、ヘアセット剤を入れているバッグです。中はこんな感じで2層に分かれているので、汚れたものや濡れたものとそれ以外を簡単に仕分けることができます。中に入れていたこれはハイルというブランドのオイルイングリースですね。これは機内持ち込み可能な化粧水ケース。中身が全く漏れてこないので便利です。またこれは履き心地の良いウィンチェ&コーというブランドのスローチソックスです。長時間の移動には必ず持っていきます。コンパクトにしているこれはジャケットとパンツで、テアートラーという日本のブランドのものをセットアップで持っていっています。パッキングこんな感じです。それではまずはテアタロをご紹介します。ジャケットはウォレットジャケット、パンツはデバイスパンツを愛用しています。ナイロン製でシワになりにくくて、パッカブルにしていても簡単にこんな感じで広げることができます。テアトラを選んだ理由なんですけれども、これパッカブルになること、そしてシワになりにくい素材であること、そして機能性です。ジャケットはポケットが表面に出ていないデザインなので、すっきりしています。飛行機や新幹線で移動するときによく着ています。それは内ポケットと隠しポケットがとても充実しているからです。大きく開くこのポケットには Kindle や iPad などのタブレットをゆったり収納できます。外側には隠しポケットがついていて、こんな感じで大きく開いて使うことができます。この隠しポケットの中にはさらにポケットがついています。ここの部分には僕の場合は絶対に落としたくなかったりとか、盗まれたくないパスポートなんかを入れて使ったりしています。逆の内側にはポケットはついてないんですけども、外側には同じように隠しポケットがついています。こちらも反対側の隠しポケットと全く同じ仕様になっていて、さらに隠しポケットがついているので、ここには財布を入れて使っています。パンツは前にジップがついていないシンプルなデザインになっていて、ポケットも左右についているだけです。ジャケットと同じ素材なので、長時間の移動でもシワになりにくく、とても便利です。次はウィニチ&コーのスローチソックスです。僕冬場になると乾燥と靴下の締め付けで足首がものすごく痒くなってしまうことがあったんですけども、これは完全にそれを防いでくれます。作りはこんな感じでルーズソックスのようになっていて、かかとの部分には星の柄が入るなど細かいデザインも特徴になっています。選んだ理由なんですけれども、デザイン性、耐久性、そして何よりも快適な履き心地です。長時間履いていても疲れにくく、これはリアルに1年ぐらい使ったものなんですけれども、ほつれも目立たなくて、あとは靴下の裏側のところ穴開きもしにくいので、とても重宝しています。こんな感じでリブパンツとの相性がとても良いです。次
次はキャビンゼロ44リットルのバックパックになります。イギリスのトラベルバッグブランドで非常にシンプルなんですけれども、とても軽く、前ポケットは大きく開く、こんな作りになっています。サイドにはハンドルがついていて横持ちをすることも可能です。こういったオコバンという荷物追跡タグもつくなど、機能面も最低限なんですけれども充実しています。中はこんな感じでメッシュポケット、あとは下の部分にはジップポケットがついています。背面の部分にはパソコン用のポケットがつきます。選んだ理由なんですけど、大容量であること、機内に持ち込めるサイズであること、そして超軽量なことです。値段もお手頃で9000円ほどで買いました。続いてネイティブユニオンの充電器になります。これラバーの素材がメインで使われていて、デザインがまずかっこいいので、家のインテリアの中でも馴染みやすいです。充電ポートが3つついていて、 USB-C ポートが1つ、 USB-A ポートが2つ不足しています。僕の場合は iPhone、Apple Watch、Kindle を同時充電で使うことが多いです。これはセットでついてくるアダプターで3つのパーツからなるのが特徴になっています。EU 圏 UK で使用可能にしてくれる優れものです。使い方も簡単で、コンセントの部分に上から取り付けるだけです。これだけでほぼ全世界で使用できるのはとても便利だと思います。パーツはこんな感じで簡単にコンパクトにすることが可能です。選んだ理由なんですけれども、デザイン性、3ポート充電ができること、そして世界対応のアダプターがついていることです。ホテルのコンセントって部屋のいろんな場所にあったりして、デバイスが多いほど充電が大変だと思うんですけれども、これなら1台で完結するので便利ですよね。いつも朝と夜にこんな感じで充電をセットして使用しています。続いてハイルというヘアセット剤になります。まだ知ったばかりなんですけれども、オイルインのグリースでツヤ感、機内に持ち込めるサイズ、ヘアセットが簡単なのが特徴です。これ機内のトイレでもさっとヘアセットできちゃうぐらい簡単で、軽く髪を濡らしてさっと毛先につけて使っています。そしてこれ、サウナにもよく持っていく化粧水ボトルです。ウーランファーというブランドのもので、とにかく漏れない化粧水ボトルを探していた時に見つけました。中に何が入っているかというところもラベルがついているので一目瞭然です。これ購入した理由なんですけれども、機内サイズであること、素材、あとは漏れないという部分が一番の理由ですね。化粧水はいつもシカを使っていて、旅先でも使いたいと思って常に持ち歩いています。詰め替えも非常に簡単で、こんな感じで叩いたりとか少し圧力をかけても漏れない、やっと出会えた旅の必需品になっています。これはパーゴワークスの巾着バッグになります。これも旅とサウナに行くときは必ず持っていくものです。
特徴はサイズのバリエーションが豊富でナイロン製なので清潔に保ちやすく、そして2層構造になっていることですね。僕はサイズの3番を愛用しています。タオルとか化粧水なんかがちょうどしまうことができるサイズ感ですね。よくサウナにタオルとかを持って行ったりするんですけれども、これ使い終わった後に濡れたタオルとかを今度はこっち側の層に入れるんですよね。そうするとカバンの中で濡れたりとかしなかったり、他のものを濡らしてしまう心配がないのですごく便利です。そして最後が Amazon オリジナル商品の圧縮バッグです。かさばるお洋服をコンパクトに持ち歩くために何枚か家にストックして持っています。こんな感じでジップロックになっていて、開くと空気がすぐに入るので簡単に荷物をほどくことができるようになっています。特徴は荷物をコンパクトにできること、買いやすい値段であること、そして掃除機がなくても簡単に圧縮できることです。圧縮方法は簡単で、こんな感じでジップを閉じたらば上から順番に巻いて空気を抜いていくだけです。これ少し快感ですね。とっても簡単です。今日はミニマリストの旅行スタイルをご紹介しました。ここまでご覧いただきありがとうございました。最近はめっきり買い物の頻度も減って、良いものを長く使いたいと思うようになりました。これからも僕の動画ではおすすめしたい商品や生活スタイルを紹介していきます。もし僕の動画が気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そうすると他のミニマルなものが好きな方たちにもこの動画が届きます。ぜひみんなでウィンウィンの関係を築いていければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。